鶴見五郎。鶴見五郎は2022年誕生日を迎えると74歳になります。鶴見五郎は2013年8月22日引退試合を行いました。引退試合の4年ほど前から足のすねの傷が塞がらず、徐々に症状が悪化、未練を残しながらも幕の引き時かなと引退を決意したのでした。鶴見五郎のプロレスのスタートは国際プロレスから全日本プロレス、そして SWS へと移ります。 SWS が崩壊してからはインディー団体を渡り歩き、 IWA 格闘士塾、後の国際プロレスプロモーションを立ち上げ、小規模会場で地道に興行を行っていきました。もじゃもじゃ頭のいかにも凶悪そうな鶴見五郎をテレビで見て、なんでこんな犯罪者みたいな人がリングで戦っているんだろうかとちびっこファンが不思議に思ったほど悪役としてインパクトがある風貌をしている鶴見でしたが、実はレスリング技術が高く、いぶし銀、仕事人などと呼ばれるほどの実力の持ち主で、ジャイアント馬場も認めるほどだったそうです。2021年4月、鶴見の自伝が発売され、鶴見の写真が公開されました。見た目は随分変わりましたが、久しぶりに姿を見たかつてのファンたちは喜びました。ザ・グレート歌舞伎。ザ・グレート歌舞伎は2022年誕生日を迎えると74歳になります。歌舞伎は2017年12月、プロレスリングノアの後楽園ホール大会で引退試合を行いました。現在はたまにプロレスイベントにゲスト出演をしながら、東京小石川で営む居酒屋で厨房に立ち続けています。同店は飯田橋で18年、現在の小石川に移転して6年、看板を掲げて計24年になります。歌舞伎のお店の名物は牛すじを秘伝の味付けで煮込んだかぶちゃん煮込み。カウンター、テーブル席合わせて10名ほどのアットホームなお店です。石川隆。石川隆は2022年で69歳になりました。石川は全日本プロレス所属選手としてプロレスラーを一旦引退しましたが、 SWS 旗揚げに際し復帰。 SWS 崩壊後は WAR に参加しましたが、 WAR に離反しインディー団体を立ち上げていました。石川の引退は実に寂しいものでした。引退試合は1998年1月、神奈川県藤沢市の空き地で行われました。この日はとても寒く、屋外で、しかも夜に行われました。会場にドラム缶が置いてあり、そこで焚き火をしながら観客は試合を観戦。集まった観客は20人から30人でした。プロレス引退後はビルの清掃や警備を行う会社を立ち上げて、実質的社長として運営し、母校の日本大学の清掃業務も請け負っていると言われていました。噂ではその会社を譲渡して大学の中にあるコンビニのオーナーになっているという話もあります。大仁田敦。大仁田敦は2022年誕生日を迎えると65歳になります。大仁田は現在も現役のプロレスラーです。1985年に初めて引退してから7度にわたる復帰と引退を繰り返しています。2017年10月に引退した時は、高齢であることと体調面から復帰は絶対にない、完全引退であるとしていましたが、2018年9月にファイトマネーをもらわないボランティアレスラーとして7度目の復帰を発表しました。2021年3月、アメリカの AEW で電流爆破マッチが行われましたが、当初予定していた規模の爆発が起こらず、なんとも間抜けな終わり方をしてしまいました。これを受けてアメリカで電流爆破の開祖である大仁田に本物の電流爆破を見せてくれという期待が高まり、大仁田は2021年に新団体 FMWE を旗揚げ、電流爆破に特化した大会を行って、その様子を世界中にネット配信すると発表しました。大仁田は何度も引退と復帰を繰り返し、長年電流爆破を披露し続けた結果、海外のプロレスファンにも支持される存在となったのです。プリンストンガ。プリンストンガは2022年で63歳になりました。現在セミリタイア状態にあり、リングで試合することはありません。彼の息子、義理の息子2人はプロレスラーとして活躍しています。プリンストンガは
1974年末、トンガ国王の命令で16代旭山親方に連れられて来日し、大相撲の旭山部屋に入門。福の島のしこ名で幕下27枚目まで昇進するも、親方死去後に起こった部屋の後継問題に巻き込まれ廃業。1977年7月に全日本プロレスに入団しました。その後アメリカ、日本、プエルトリコなどで活躍しました。 WWF 時代はキングハク、 WCW 時代はミングとして活躍。日本では WWF と提携していた SWS を主戦場に八津義明とナチュラルパワーズを結成し、龍玄鳳とタッグ王座を争いました。プリンス・トンガといえばアメリカでの喧嘩最強伝説が有名です。アメリカのマット界でとにかく恐れられていて、何人ものレスラーがプリンス・トンガのストリートファイトを目撃しています。今は単独で試合でリングに上がることはありませんが、たまにサプライズで子供たちの助っ人として会場に現れることがあります。腰中四郎。腰中四郎は2022年64歳になります。腰中はまだ現役で頑張っています。2022年、腰中にとってもプロレスファンにとっても悲しい出来事がありました。それは青柳正史が亡くなったのです。腰中四郎は自分のプロレスキャリアで一番充実した時間を過ごしたのが平成維新軍だったといいます。青柳正史は平成維新軍で共に戦った戦友でした。腰中は青柳正史のお通夜に小林邦明と出たことをブログで報告しました。新日本プロレスで小林と共に平成維新軍として大活躍した腰中ですが、デビューは全日本プロレスでした。1981年2月のデビュー戦から負け続け、245戦目でようやく初勝利。三沢光晴のデビュー戦の対戦相手を務め、以後三沢とのカードは前座の黄金カードと呼ばれたりもしました。1984年3月、三沢と共にメキシコへ遠征し、侍四郎の名で活躍しましたが、三沢を日本へ戻せとジャイアント馬場から指令が下ります。三沢はタイガーマスクとして腰中より先に凱旋帰国したのです。危機感を抱いた腰中は新日本移籍。その後はさまざまなライバルたちと名勝負を繰り広げ、平成維新軍として活躍しました。未だ現役でさまざまな団体に参戦を続けています。田上彰。田上彰は2022年で61歳になりました。田上は2013年12月引退試合を行いました。試合後、小橋、川田もリングに上がり、田上の引退セレモニーを行いました。引退後、田上はノアの社長になり社長業に専念。その後相談役となり、その傍らで松永光弘にステーキ店の経営ノウハウを教わり、茨城県つくば市にてステーキ居酒屋チャンプをオープンしました。お店のツイッターを覗いてみると、田上のお店に来たプロレスラーとのツーショット写真やイベントに出演する告知なども投稿されています。実は田上は2018年3月、自宅で倒れて救急搬送されました。病院での精密検査で胃がんと判明し、胃の全摘出手術を受けました。今は趣味だった釣りもやめ、毎日肉の仕込みをして、それ以外は店の隅の席で少しの酒を飲み、タバコを吸ってるだけの生活。唯一楽しみなのは孫の成長を毎日見ることだそうです。川田俊明。川田俊明は2022年誕生日を迎えると59歳になります。川田は現在セミリタイア状態です。引退試合を行っていませんが、リングに復帰する可能性は限りなく低いようです。川田はこう語りました。あの人がいたからプロレスを続けてきた。亡くなった時にリングから引こうかなと思った。引退試合はやってないけど、三沢光晴の死によってプロレスに魅力を感じなくなったことが大きな要因のようです。現在は自身が経営するラーメン屋麺じゃらす系で美味しいラーメンと唐揚げ作りに日々没頭する傍ら、たまにプロレスのトークイベントに参加しています。小橋健太。小橋健太は2022年で55歳になりました。現在は引退して2013年に設立した個人事務所の代表取締役になっています。ラジオやテレビ、
雑誌の対談などを行う傍らで、自身がプロデュースするプロレスの興行も行っています。小橋健太は2006年6月、39歳の時、腎臓がんが見つかり治療のため、試合を欠場しました。手術は無事成功してこれを克服。その後も、怪我に見舞われながらも戦い続け、2013年5月11日、日本武道館で開かれた引退興行で、最後の試合を行いました。その日は雨にもかかわらず、1万7000人が会場に詰めかけました。ムーンサルトプレスからの勝利で、有終の美を飾った小橋に対して、アナウンサーが、小橋さんにとってプロレスとは何でしたかという質問をすると、小橋は、プロレスは自分の青春でしたと語りました。プロレスに青春のすべてを捧げた男は、こうしてリングを去ったのでした。天竜源一郎、風雲上り竜、ミスタープロレス、天竜源一郎は、2022年で72歳になりました。2010年、天竜源一郎がプロデュースする自主興行、天竜プロジェクト設立。2015年の11月に両国国技館で天竜の引退興行を開催して、天竜プロジェクトはプロレス団体としての活動を終了しました。その後、天竜はトークショーなどに出る傍らで、タレントとして幅広い仕事をこなし、引退後も順調な活躍を見せていましたが、2021年3月、動悸、足のむくみ、息切れなどの体調不良が見受けられたため、病院で検査すると、うっ血性心不全との診断を受け、入院しました。幸い命に別状はなく、9日ほどで退院し、ファンを安心させました。天竜は翌月、天竜プロジェクトの再始動を発表。ファンや選手に戦う場所、集う場所をより多く提供することで、小さな希望となれることがあるならばと、定期開催を決意しました。天竜は今も、ファンや選手のために、チャレンジを続けています。スタン・ハンセン。スタン・ハンセンは、2022年、誕生日を迎えると、73歳になります。日本のリングで激闘を繰り広げた彼の体は、ボロボロになり、2000年11月に引退を表明。2001年1月28日、東京ドームでのジャイアント馬場3回忌追悼興行で引退セレモニーが行われました。引退後すぐに膝、肩、腰など全身12カ所の大手術を繰り返し、人工関節を埋め込みました。日本で稼いだギャラは全て手術に消えたとテレビで放送されましたが、それは間違いと本人は否定。現在は自然豊かなアメリカ西部のコロラド州にある自宅で、現役時代に稼いだファイトマネーで悠々自適に暮らしています。クリスチャンであるハンセンは、教会の信徒やスタッフとボランティア活動も行っていて、老人や怪我や病気で体が動けない人たちの家まで食事を届けたりしています。ジャンボ鶴田23回忌追善興行にハンセンも来日する予定でしたが、来日に先立ちアメリカの医療機関で PCR 検査を受けたところ、陽性判定が出ました。ハンセンの来日は見送りになってしまいました。コロナ騒動が収まったら、また日本に遊びに来てほしいですね。はい、ということでございまして、レスラーのその後と今についてでした。今日登場したレスラーの思い出や、こんなことも知ってるよという情報をお持ちの方は、ガンガンコメント欄に書き込んでくださいね。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。